これ手製ですね、全部。レンデンバッハさんってすごい皮しっかりしてるじゃないですか。テンション上がりますね。アウトソールに使う。すごいなんか穴開いてますけど、型取りですか。こんにちは。今日は神戸医療福祉専門学校三田校にお邪魔しています。辻野さんと吉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この学校は日本全国で唯一整形靴科があるということで、非常に整形靴前から興味あって、今まで動画でも結構整形靴っていうワードをちょこちょこ出してるんですけど、詳しく教えていただけたらなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。整形靴って簡単に言うとどういう靴なんですか？はい、そうですね。ざっくり言いますと、足が悪い方とか、足に障害がお持ちの方、痛みがある方で、普通の靴が履けない人に対してオーダーメイドで作る靴が整形靴になってきます。なるほど。医療用具としての意味合いが強いんですかね？そうですね。整形靴というものはもう基本的には医療用具になってきます。でここにたくさんちょっと整形靴の見本を用意してもらったんですけど、僕が靴作ってる限りあんまり見えないものがたくさんあります。そうですね。ちょっと詳しく一個ずつ解説していただいてもいいですか？わかりました。ちょっといろいろ木型を用意してもらったんですけど、これが比較的普通のというかベースの木型ですかね？そうですね。特に足の問題がない木型で、整形靴だとこれに採寸値を乗せて修正しています。これよく見る木型ですね。これとか結構ボリューミーなんですけど何かしらの問題があって足がむくんだりとか腫れたりとかっていうようなボリュームが出てる足に対しての木型になります。これなんですか？ちょっと可愛い感じがしますけど。要は指がないということになるので、切断ですね。ここから先がないんですね。そうなんです。はい、そういう方のベース木型っていう感じですね。これは結構なんか凹凸が激しいですけど。でこの変形は結構いろいろあるんですけど、リウマチだったりとか、指が曲がっちゃってるような、変形がある方なんかのベースの木型になってます。この木型たちはここからさらに削ったり持ったりして、その人の足に合わせていく感じなんですかね。そうですね。修正をかけていきます。で今見た木の木型あるんですけど、これじゃない木型の作り方があるんですよね。これは型取りですか？はい。足そのものの形になってますか？そうですね。足の周りを石膏で巻いて、でその後にそこにポリウレタンの樹脂を流していくんですけれども、なるほど。これ樹脂なんですね。そうですね。これで足型を作っているっていう。実際これをそのまま木型にするわけではなくて、木型はこっち。そうですね。その後モリ修正したり、つま先をつけたりで削ったりとかっていうことで修正しています。これは実際このまま製作に使うんですか？はい、これは製作に使っています。確かに、これ足違いますけど、もともとの足のものよりこの辺のサポートとかがすごそうですね。そうなんですよね。やっぱり整形靴底面を修正してインソール用に削ったりするので、そういうのが取り込まれてますね。こういうブーツの木型もあるんですね。これふくらはぎまで型取りするんですか？その場合であればふくらはぎまで型取りをします。足そのまんまの形って感じがしますね。そうですね。肉付きがすごい。ちょっと気持ち悪い。こういうプラスチックのチェックシューズを作るのが整形靴のやり方なんですか？中がどうなってるかを分かりやすくするために、うちの学校ではこういうプラスチックみたいなもので中が見えるように作っています。ただ整形靴の場合だとやっぱ足に疾患、傷とかがある人もいるので、その傷とかがちゃんと見えた方がいいので、なるほど。仮靴だと中見えないじゃないですか。あと指の当たり具合とかですねが見えないので、それを透明なやつだとよく見えるっていうのがメリットですね。こちらインソールですね。整形靴の特徴の一つなんですかね。そうですね。基本的に足をサポートするものを一緒に作ってつけるっていうことになるので、その足の変形に合わせてこれはちょっとここ足してるんですよね。かかとが上がってる。ここまで全部含めてインソールなんですね。そうなんですよ。普通だとね、薄いこういうのがインソールイメージですけど、とっても分厚い、あと芯材がついてたりとか。インソールにそのまま芯材がついてる。はい、これもちろんカウンターも別でつけるんですけど、そうなんですね。ここの部分は、足が倒れちゃうので、その倒れを防ぐために、変形を防ぐために硬い材料を足しております。これインソールの形本当それぞれですよね。材料も違うし形も全然違う。そうですね。やっぱこれはその人の足に合わせてもちろん形は違うし材料も変えるんですか？はい、もちろんです。どれぐらいその倒れるかで、
硬い材料の材質とか硬さ変えますし、どれぐらい中がデリケートかで中のクッションの種類変えたりとかもしますし、これは既製の靴に入れられるんですね、普通の靴の中に入ってるインソールと交換したりして、これもその成形靴技術っていうのを使って、その作り方でやってまして、靴全部作るだけじゃなくて中に入れるインソールっていうのも作ります。これ全然柔らかさが違いますね。そうですね、イメージ的にはこっちはリウマチだったりで足が痛くて低反発だったりとかクッションが必要なんですけど、こっち側はスポーツで使ったりするようなインスタートなので、ちょっと高反発の、クッションが使われてるインソールですね。これはカウンターですか？すごいなんか穴開いてますけど。それはカウンターにさらに補強を加えたものになりますね。ここは当たっちゃうんですか？そうです。外くるぶしって分かりますかね、の部分をくり抜いてる。高さが高いですね。成形靴の場合やっぱり足をしっかり支える必要があるので、カウンターも通常の靴よりもしっかりめに入ってることが多いです。こっちのカウンターはこれは革じゃないですね。これは熱可塑性の材料っていうもので、プラスチックに近いものですね、熱を加えると変形する材料になるので、温めてその木型に沿わせて、作るというものになってきます。熱可塑性の材料の方が軽かったりとか、そういうメリットあるんですけど、ただプラスチックに近いので割れたりすることもあるので、革の方がその辺は割れたりとかはないのでいいっていう部分があります。成形靴科で使ってる材料をいろいろ置いてるところですね。これ JR ですね。そうです。最近話題のいろいろありましたけども成形靴に使われるんですか？そうなんですよ。成形靴のこれはカウンターの部分ですね、に使わせてもらってまして、やっぱり成形靴って足に変形がある方とか、そういう方に作ることが多いので、カウンターがしっかりしてないと足を支えれないんですね。レンデンバッハさんってすごい皮しっかりしてるじゃないですか、なのでカウンターもすごいしっかりしたカウンターができるので、足をしっかり支えれる靴が作れるというようなものになってます。実際授業で使う？そうなんですよ、高級なビスポークとかでも使われてるものを学生が使うっていうのはちょっと贅沢な話ではあるんですけど、いいですね。最初からこういう一流の材料に触れるっていうのは。そうですね、いいものを知るっていうのはすごい大事なことなので、そういうので使ってもらってます、学生には。革が基本ですか？革が基本です。成形靴の場合最近やっぱりエコの観点とかで合皮とか靴とかも増えてはいるんですけども、成形靴ってさっき見てもらったように変形した木型を使うことが多いので、やっぱり合皮とかって伸びないので沿わないんですよ、木型に。天然の革とかしたら伸びがあるので木型にぴったり沿った靴ができるので、そういった理由で天然の比較使ってます。この辺とかめちゃめちゃなんか質高そうに見えますけど。これはもう高いですいい革ばかりで、卒業制作っていう授業で使うこちらは革になるので、もう一番卒業制作最後にいい靴作ろうっていう授業があるので。いいですね。テンション上がりますね。そうなんですよ好きな革でいい靴作ろうっていう授業なんで、もうこういういい革もどんと使っていただいてます。これは何ですか？インソールで使われる材料になりまして、これ全部硬度、柔らかさとかが全然違う材料でして、この辺とか柔らかい材料なんですけど、でこっちも柔らかいんですけど、同じ柔らかい材料でもこっちは低反発の材料で、こっちは普通の反発の材料になってたりとやるとか、その疾患によって使い分けたりしてます。底材料棚になります。ソールで使うクッションですとか、あとこちらがアウトソールに使うシート材ですね。薄いものから厚いものまでと、滑り止めの種類ちょっと変えてたりとかしてたり、あとは色がいろいろあった方がいいってことでいろいろとあります。カーボンを使うことも結構あって、曲がらないように、しっかりさせて靴だけでコロンと転がせられるようにしたりとか、する時に使ってますね。これはかなりドレスシューズの見た目してますけど、これも成形靴の技術は使われてるんですか？そうですね、オーソドックスに靴を作る時に教えてるタイプなんですけど、ちゃんと中にインソールも搭載して、この中にもすでにこういうインソールが入った状態で刷り込まれてる。そうなんです。ものすごく足の変形が激しくなければ少し薄めに作ることもできるので、できるだけ厚みが見えないようにしてるんですけど、ちょっと厚いの分かりますかね？そうですね、ちょっとここですね。そうなんです。なのでそれがちゃんと入って搭載された形で作っています。ハンドソン製法みたいなのやることあるんですか？学校では教えてますし、やるんですけど、じゃあ医療で成形靴としてそういうものを作るかっていうと、保険の都合上難しいですね。ゼロではないんですけど、やっぱりハンドソン製法の方が靴丈夫じゃないですか。なんでやっぱり丈夫な靴を作るためにそういう製法を使うっていうことはあったりはします。
実際授業にこういう足の変形のある方来ていただくんですけど、その方に対して作ったんですけど、靴もこの装具部分も作ってます。その装具内蔵型の成形物的な、ね、感じで、ここにかかとがある。そうなんです。かかとここで、この中がさっきのインソールみたいに補強されています。なるほど。はい。とつま先立ちの変形で固まっている方なんで、さっきからひときわ目を引くんですけど、これすごいかっこいいスニーカーですか？これも手製ですか？これ手製ですね、全部。吉田さんが作られた？そうです、僕が作ったもので、成形靴技術を盛り込んだ靴になってます。すごく普通の靴っぽいですけど、これインソールとかも中入ってるんですか？あ、そうですね。ちょっともう取れなくなっちゃってるんですけど、中も土踏まずを支えるサポートとかそういうものはつけてあります。この靴特徴としては、一応このベルトが、足の裏から足首まで回ってるんですけど、はい、一応これが足首をサポートするベルトになってまして、テーピングでフィギュア8っていう留め方があるんですけど、テーピングの仕方が足首を安定させるテーピングのやり方なんですけど、それに着想を受けて、そのテーピングの効果もあるような靴っていうのを、作ったものになります。この靴の方は足に障害はないんですか？そうですね、これはもう僕の友達です。成形靴っていうとどうしても障害の持ってる方だけのものっていうふうに思われがちなんですけど、やっぱり足が悪くなったりってみんな年取ったりしたら出てくるものなので、もっとちっちゃい範囲じゃなくて広く成形靴技術っていうのが使われていけばいいなというふうな思いもあったので、こういうふうなデザイン的にも良くて機能も備わってるっていう靴を作りました。一応この靴ですね、はい、2019年のジャパンレザーアワードの方にも出品させてもらってまして、その時にグランプリいただいた靴にもなります。そうなんですね。はい、ありがたいことに。すごいですね、これは。こういう成形靴の技術を使った普通の人向けの靴って世の中に存在してるんですか？そうですね、うちの学校の卒業生とかで自分でオーダーメイドの靴のブランドを立ち上げてる子とかもいるので、そういう子たちは成形靴の技術を使った靴っていうのも作ってます。これだけ足に詳しい、もちろんこの形もそうだし、こうやって素材の選び方もそうだし、見ると僕そんなに足に障がないんで、この人たちが作った靴履いてみたいなって思いますけどいや、そう思っていただけるとすごいありがたいですね。足になんか障害があって靴が合わないっていう方は病院に行って処方を受けて保険適用された靴を購入できるんですか？こういった成形靴を。そうですね、もうその通りです。基本的にはよくご存知です聞いていいのか分かんないですけど、実際価格帯ってどれぐらいになるんですか？厚生労働省の方で決められてる価格っていうのがあって、単靴なのかブーツなのかで値段は変わるんですけど、だいたい10万円から、今だとだいたい20万円の間ぐらい、そこに健康保険が使えるということなので、一般の方だと健康保険って3割負担なんですよ。最終的には10万で作ったとしても自己負担としては3万円で作れるようになるというふうなものです。成形靴の魅力って何だと思いますか？やっぱり足のことで困っている方、歩くのがちょっと難しいっていう方が、その靴を履くっていうただそれだけじゃなくて、今まで行けなかったところに行けるようになったとか、歩ける距離が伸びたから、趣味が楽しめる、人と出かけられるとか、どんどんその人の生活が変わっていくっていうことを本当よく聞くんですね。お伺いするんです。それで人生を本当に変える靴になるんだなっていう、そういう仕事だなっていうのがとっても魅力だなって思いますね。いい靴はいいところに連れてってくれるみたいな、ありますけど、普通の靴とは比じゃないですよね、この成形靴のもたらす力は。そうですね、下手すると本当に歩けない、足痛くて靴がなくてっていう方が、その大きな靴の方が海外旅行にも行けるようになったとおっしゃって、それで人生に生きがいができたって言われてるんですね。私もお客さんで登山ができるようになったって、家から出れないって言ってた方が泣いて喜んでくださったりとか、そういう意味で本当に靴がいいところに連れてってくれてる、その人の人生をこう変えていってるんやなっていうところがとっても魅力的だなとは思います。素晴らしいですね。ありがとうございます。でも本当革靴っていうカテゴリーの一つだとは思うので、実際革よく使ってますし、なんで美しい靴っていうところもそうですけど、快適に歩ける靴で、それがやっぱり融合されてると皆さん気持ちも明るくなって、こんな靴しか履けないっていうところから、こんな靴も履ける、
履きたい靴履いて出かけたいみたいになっていくっていうその気持ちの変化っていうのも靴がこんなに貢献するんだなっていうことは感じますね。ということで成形靴興味あったんでこうやってもう直々にご説明いただけるの本当に楽しくて、実はこの撮影前も3時間ぐらいもう話してるんですけど実際ここはね成形靴科があるということで成形靴、足のことを成形靴のことについて詳しく学べる学校なんですね。なんでちょっと今からその学校どんな学校なのかどんな授業をしていらっしゃるのかっていうところを見学させていただきたいと思います。はい、お願いします。かしこまりました。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。います。